こんにちは、モネです。今日の動画は新しい手帳が届いたので開封とセットアップをしていきます。システム手帳を初めて手に取ったのが2020年の5月。英語サイズから始まって今はバイブルサイズが私の相棒になりました。だいぶねシステム手帳に慣れてきた今日この頃なんですが、今回初めて手に取るあのサイズが仲間入りしました。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。待ちに待っていた荷物が届きました。実はこの段ボールを開ける瞬間地味に好きなんですよね。この箱、そしてねこのロゴ、楽しいおうち時間を見てくださっている人なら見覚えがある人もいるのではないでしょうか。そう現在ねコレクションページを挟むのに使っている手帳が入っていたレッツさんの箱です。中身はというとミニ6サイズのシステム手帳です。ついに私もミニ6サイズの手帳デビューをすることにしました。レッツさんのバイブルサイズを初めて見た時、ビニール素材と革のなんていうんですかね、異素材な組み合わせに結構衝撃を受けまして、あれからもうなんだかんだで10ヶ月経ちました。ビニール素材ってどこかカジュアルになりがちなのに、革の使われている面積や位置なのかほんとね品も感じるんですよね。毎日おしゃれ気分が上がるって開くたんびに思ってるんですが、そんなレッツさんのミニ6サイズの手帳です。2つ並べてみると本当親子みたいで可愛いですよね。お色がナチュラル、ブラック、レッドと3色展開。どの色もねかっこよくて迷ったんですけど、バイブルサイズでナチュラルの色を使っているからなのかな、もうね愛着が湧きすぎまして、またナチュラルのものを手に取ってしまいました。ビニールがねとにかく厚いんですよ。よくプロダクトで使われるビニールは厚さが1ミリ程度かそれ以下らしいんですけど、このレッツさんのクリアシステム手帳はなんとビニール部分の厚みが 1.5 ミリ。驚異の 1.5 倍です。バイブルサイズは10ヶ月使っていますが、厚みのおかげでビニール特有のへたりがないのでずっとねシャンとしてるっていうか凛々しい状態を保ってくれてます。10ヶ月ずっと使い続けていて良さを知ってるからこそミニ6がね届くのすごい楽しみだったんですよね。改めてバイブルサイズと並べてみると小ささを実感します。英語サイズからバイブルサイズに変えた時に感じたコンパクトさへの感動がまたねミニ6サイズを通して再び感じてます。今までミニ6は自分の中で結構選択肢になかったんですよ。文房具屋さんに行ってもミニ6のサイズに触れることがなかったので、本当ね小ささに驚いてます。ミニチュアみたいでなんか可愛いですね。リング径はバイブルサイズが 20mm なのに対してミニ6サイズは 13mm。 この細いリングはね初めてなのでどのぐらい挟めるのか、何をね挟むのがちょうどいいのかちょっとね悩みがいがあります。皆さんはミニ6サイズのバインダーには何を閉じてるんですかね。結構気になるな。よかったらコメントで教えてください。これから私もミニ6サイズをどんな風に使っていくのか動画でもお届けしていけたらと思います。まだまだね開封しただけなんですけど、初めてのサイズ感にもうウキウキは止まりません。手元に届いたらねやっぱりすぐ使いたいですよね。ということでここからはセットアップをしていきます。このミニ6に何を閉じようか結構ねいろいろ考えてみたんですが、私はレシピブックにしようかと思います。リング径が 13mm とね比較的小さいということで
やっぱねそこまで多く挟めるわけではない。それにイルビゾンテのバイブルサイズ手帳がやっぱメインで持ち歩く手帳なので、おそらくこの手帳はお家に置きっぱなしの置き手帳になります。お家に置いといて、かつ家でストックできると便利。それにそこまで量が増えない。そしてまだ作っていないものっていうことでレシピブックにすることにしました。まだリフィルは作ってないのでこれからなんですが、今日は表紙と裏表紙、そして紙をこの手帳に合わせてカットしていきます。準備するものは手帳用の6血パンチ。私この間まで6穴パンチって言ってたんですよ。リスナーさんに教えてもらえて本当に良かったです。で、カッターとカッターマットで、ステンレスエッジのついた定規と表紙に使う紙、中のリフィルに使う上質紙と表紙の飾りにする宛名シール、このくらいかな。まずは表紙と裏表紙から。私は黒の表紙が好きなので黒の厚紙で作っていきますが、100枚レターブックのような総柄になったものだったりとか、マスキングテープとか自分の好きなものを表紙にするのもビニール素材のクリアシステム手帳ならではですよね。ちなみに黒の表紙には上質紙の超厚口っていうものを使います。一応豆知識として紙の厚さについて紹介します。薄口がコピー用紙ぐらいで、中厚口がお札くらいで、特厚口が雑誌のね表紙ぐらいで、最厚口が完成はがきぐらいの厚さになっていて、で今回使う超厚口がポストカードぐらいの厚さになってます。紙なので使っているとねやっぱり折れちゃいます。これはねもう私自身しょうがないなって思ってます。前回作ったインデックスは最厚口を使ってたんですが、やっぱりねこんな感じに折れちゃってます。といってもできるだけ折れたくはないので、今回私は最厚口よりさらに厚い超厚口を使うことにしました。まずはミニ6サイズにインデックスをプラスした大きさにカットしていきます。ミニ6は短辺が 80mm で長辺が 128mm なんですけど、私はインデックスは横につける派なのでインデックス分を短辺側にプラスします。 7mm くらいのねインデックスを作りたいので短辺は 87mm にしました。このサイズだと A4 の紙から4枚作れます。今はレシピしか考えてませんが、今後ねミニ6でやりたいことが増えるかもしれないし、ご飯系とデザート系で分けたいとか出てくるかもしれないので、4枚すべてを今日は使っちゃいます。1枚は表紙で、2枚はインデックス、そして1枚は裏表紙。とりあえずね全部に穴を開けときますか。バイブルサイズから動かしたことのないこのねパンチ、動かした位置がちゃんとねミニ6の穴を開ける位置になっているのかちょっと不安なので試し開けをしておきます。一つのパンチでほんとねいろんなサイズの穴を開けられて助かります。さあ表紙と裏表紙は中身を守る意味合いも込めてインデックス部分をカットしないようにしています。なので表紙と裏表紙はこのままで、残り2枚のインデックス部分を作っていきます。インデックス部分は 7mm なので 7mm の目印を上と下につけておきます。そして今回はインデックスを2つ作るんですが、長辺すべてをインデックスにすると、伸び感がすごそうなので長辺を3等分して上2つをインデックスにします。長辺が 128mm なので3で割ってで1つあたり約 42.5
42.5mm のところに印をつけて3等分にします。あとは1枚目のインデックスは上だけ残してカット。2枚目のインデックスは真ん中だけ残してカット。もし3つ目のねインデックスが欲しくなったら一番下を残してカットしたものを用意しようと思います。それぞれ付け根から斜めにカットを入れて、インデックスの完成です。まだねインデックスの内容が決まってないので、今はこのまま何も書かずにそっとしておきます。ここからは表紙をより表紙っぽくするためにそしてね他の手帳と統一感を出すために宛名シールラベルにちょっとデザインを加えます。システム手帳は1年使い終わると保存用のファイルに中身をまるっと写します。そしてバインダーはそのまま次の年も中身を変えて使っています。なので写した先に表紙やインデックスがあると見返しやすいので、私にとっては意外と大切な仕切りなんですよね。これを自分の好きな位置に貼って、表紙とインデックスで裏表紙が完成しました。でもう一つ、最後に付属の下敷きをちょっと使いやすくするためにオリジナルで改良しちゃいます。できるだけねバインダーを開けずに下敷きが取り外しができるよう切れ込みを入れちゃいます。こんな感じですね。どう失敗しても責任は取れませんので、真似する方はどうか自己責任でお願いいたします。これで私のミニロックセットアップは完了です。今日はこれでおしまい。レシピブック作るのが楽しみになってきました。今日の動画は新しく仲間入りしたミニロックシステム手帳の開封とセットアップでした。今まで手に取ることのなかったサイズでしたが、実際の音も楽しんでいきたいと思います。そして実は今レッツさんとあるね文房具作りをしてます。手帳をいただいたことからご縁が生まれて、一緒に文房具を作る機会をいただけて、私はすごく嬉しく思ってます。私だけだったらこんなの作りたいなって思っても、それを形にするまでの知識がなかったりとか、もしかしたら完成にすら至らなかったかもしれません。でもね、社長の魔女さんがめっちゃ相談乗ってくださって、作ってみましょうって言ってくれて、今こうやって形になろうとしてます。リリースは夏か秋頃になるかと思います。レッツさんの他のアイテムに負けないよう、おしゃれで持ってて気分が上がるものをお届けできればと思います。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にねバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらおうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。